実は相思相愛、お互いに愛が重すぎる、まるでカップルのヒョニビにフィリックスが入ると三角関係に。チャンビンとヒョンジンのケミ名は2人の名前から文字を取ってヒョニビに。日本の年齢では同学年ですが、韓国の年齢では1歳差の2人ですが、韓国では数ヶ月前から年齢の数え方が日本と同じになったので、2人も同級生になったんです。ヒョンジンが弟のイメージが強いので、なんだか不思議な感じがします。チャンビンは包み隠さずストレートに愛を伝えてくれるので、一見チャンビンからの愛が激重に見える2人のケミですが、実はヒョンジンからの愛もすごいんです。普段は周りから尽くされて甘えることが多いヒョンジンですが、チャンビンといる時は自分も尽くしちゃう、いじられキャラで親しみやすい存在のチャンビンなので、チャンビンの隣に座ってはいつもチャンビンをからかっています。そして頼りがいのあるチャンビンなので、ヒョンジンはラップや歌で悩んだ時はチャンビンに相談することが多いんだそう。また技術面だけでなくメンタルケアまでしてくれるんだとか。チャンビンに相談するとどんな悩み事も吹き飛びそうです。一方のチャンビンはヒョンジンのダンススキルをとても尊敬しており、ヒョンジンにしか見せられないパフォーマンスがあるとヒョンジンを大絶賛しています。お互いにリスペクトし合いながらもカップルのような空気感もある、ファンから大人気のケミ、ヒョニビに。チャンビンのまっすぐな愛情表現とヒョンジンのツンデレな愛情表現がたまりません。ヒョンジンといえば端正なビジュアルとダンススキルからスキズの王子様、スキズの絶対的エースとファンから呼ばれているヒョンジン。そんな一見完璧で非の打ちどころがないように見えるヒョンジンですが、抜けてるところが多めなので非の打ちどころありまくり、行動も言動もへんてこなことが多い。食べ物をこぼしたり物を壊したりしてしまうこともしばしば。ヒョンだけでなくマンネの愛縁からも面倒を見てもらうことが多いんです。そんなおっちょこちょいのヒョンジンの隣にはなぜかいつもチャンビンがいつも隣でヒョンジンのちょこちょいな行動をからかっています。一方のからかわれている側のヒョンジンはなぜかいつも嬉しそう。大好きなチャンビンに構ってもらえて嬉しい気持ちがダダ漏れです。人をからかうのが大好きなチャンビンですが、なんとメンバー一のいじられキャラ、中でもスキズのファンの間でも有名なチャンビンのいじられエピソードがあります。それはスリラチャで V ライブをしていた時の出来事。チャンビンをイメージして歌を作っている時に、いたずら好きのファンがチャンビンをパダコキリに例えたんです。スキズの公式キャラクターでチャンビンはプエッキとなっているのですが、これにはバンちゃんも大爆笑。当事者のチャンビンは怒りながらも好きなようにやりなと笑っています。そしてなんと深夜だったにもかかわらずパダコキリが X でトレンド入り。当時パダコキリが X でトレンドしたことはステイの間だけでなく K-POP オタクのファンの間でパダコキリって何と口騒ぎになっていました。ファンからは天才が有り余る才能を使ってくだらないことをしているという声も。メンバーからいじられながらも一緒に大爆笑し、年下のファンがここまでチャンビンをいじれるのはきっとチャンビンが普段から優しくて人柄が良いからかもしれませんね。キリッとした目をしていることから外見で怖がられることもあるため、常に笑顔でいることを心がけているんだとか。優しいだけでなく可愛い一面もあるんです。こんな優しい人柄のチャンビンなのでヒョンジンが懐くのがよくわかります。そんな2人はお互いのインスタライブや V ライブによく登場します。チャンビンが配信しているとヒョンジンが登場し、ヒョンジンがやっているとチャンビンが登場し、ヒョンジンの誕生日にヒョニビニで配信をしている年もありました。配信中にバブルの名前を変えてみようとなった時にはお互いにバブルの名前を俺の心の中のビニ、俺の心の中のヒョニと付き合いたてのカップルのような名前に変えていました。この2人でいる時にしか出さないカップルのような空気感がたまりません。そんなカップルのような2人ですが、意外にもヒョンジンの愛が結構重め。ヒョンジンの笑いのスイッチはチャンビンにあるようで、チャンビンと一緒にいる時はいつも大笑いしています。スキズの YouTube コンテンツでチャンビンとペアになった時にはずっと笑顔で終始楽しそうでした。チャンビンの豪快な笑い声は思わずつられてしまうので、ヒョンジンの気持ちがよくわかります。チャンビンがメンバーをからかっていると隣にいたヒョンジンももっといけと言わんばかりの表情で一緒にヤジがエスカレート。2人が合わさると煽り度がマックスになってしまいます。ヒョンジンがメンバーに愛の告白をするシーンでは、告白を見届けている側の全然関係ないチャンビンが口下手でも大丈夫、お前の顔ならみんな好きだよと思わず心の声を大にして叫んでいました。それを聞いたヒョンジンはまんざらでもなそうな笑顔。
チャンビンはいつだってメンバーを笑顔にしてくれます。韓国で大流行したエゴマの葉論争。エゴマの葉論争を簡単に説明すると、エゴマの葉が剥がせない友人のことを自分の恋人が手助けすることを許せるか許せないかという論争です。ヒョニビにもこの論争について V ライブで話していました。普通は恋人に例えるのですが、ヒョニビにはもしも他のメンバーだったらと置き換えて考えていました。ここでもメンバー愛が強いスキズが出てる。独占欲、嫉妬心が強めのヒョンジンは絶対に許せないんだとか、鳥肌が立つくらい嫌なそうです。それを聞いたチャンビンは驚いた表情を見せながらも、隣で嬉しそうにニヤニヤ。それだけでなく、ああいいね、こういう嫉妬めっちゃ嬉しい。ともっとヒョンジンに嫉妬させたいような様子。なんだかチャンビンが恋人を嫉妬させたい彼女に見えてきてしまいます。筋肉マッチョなチャンビンはどのメンバーといても彼氏感がありますが、ヒョンジンの隣にいると恋する乙女になってしまいます。このエゴマの葉論争を見てヒョニビニにハマったというファンも多いようです。ここで一つ笑えるエピソードがあります。ヒョンジンは一緒にご飯に行く友人を本当に親しい友人ではなく、塩梅を見るような関係だとなおさら嫌だと話しました。それを聞いた自由って人間チャンビンは、塩加減は料理を食べる時だけ見なさい。人との中で加減を見る必要はない。とヒョンジンに喝を入れました。さすが主体性の塊チャンビンですね。カップルのようなケニのヒョニビニですが、ある一人のメンバーが入るとなんと三角関係になってしまうんです。それはなんとフィリックス。メンバーみんなから愛される天使のような存在のフィリックスは、チャンビンのことが大好き。韓国に来たばかりの心細い時に、チャンビンから英語で話しかけてきてくれたんだそう。オーストラリア育ちということもあり、フィリックスはスキンシップが大好きなので常にチャンビンにくっつき、熱い眼差しを送っています。一方のチャンビンは、ヒョンジンを気にかけることが多く何かにつけてヒョンジンにちょっかいを出すことが多いです。サバイバル期間中もラップに関してアドバイスしている場面が多くありました。そんなチャンビンから思いを寄せられているヒョンジンは、フィリックスと本当に付き合っているんじゃないかとファンから言われるほどラブラブ。2人でお揃いのカップルリングをつけるほどです。2人とも愛が重めなので嫉妬心も強め。特にフィリックスはチャンビンとヒョンジンが仲良くしている姿を見ると、自分も仲間に入れてほしいと言わんばかりの目で2人を見ています。ヒョンジン、チャンビンとフィリックスをもてあそぶなんてなかなかやり手な男です。そんなフィリックスが入ることで少し複雑になる2人の関係もまた面白いですよね。スキズは最近ニューアルバム ATE でカムバックしました。今回も中毒性のある曲でファンを虜にしているのでぜひチェックしてみてください。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。